皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. 僕はチップです。今日からめくりあるジャパニーズの OK、皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. 今日は、またライフアップデートの動画を撮りたいと思います。前回のちょっとすみません。その前に、これ私が最近見つけたマグカップです。美女と野獣のチップ。かわいいでしょ？食洗機で洗えないから、手で洗わないといけないんですけど、お気に入りのマグカップです。はい。そう、今回はまたちょっとライフアップデートの動画を撮りたいと思います。前に、このライフアップデートが言えない、前にライフアップデートの動画を撮ったのはバリ島にいた時でしたね。もうバリ島を出る前の日だったかな。で、その後何をしたかとかどこに行ったかとか今どこにいるかっていうことを簡単に皆さんにシェアしたいなと思います。はい、皆さん、私はバリ島の後、オーストラリアに行きました。オーストラリアいい国ですね。本当に楽しかったです。で、特に、見たことがない鳥がたくさんいました。まず最初に、空港から街に行って、街でアイビスっていう鳥を見たときは本当にびっくりしました。あれ何？って多分日本にもいるんですけど、なかなか見ない鳥なんですよね。多分日本語でトキっていう鳥だと思うんですけど、なかなか見ない鳥なので、びっくりしました。もう他にもね、いっぱいいるじゃないですか。オーストラリアにしかいない鳥。で、オーストラリアではそうやって毎日鳥を観察したり、動物を観察したりしていました。それだけじゃないんですけど、仕事もちゃんとしました。はい。ちゃんとしたかなわかんないけど。オーストラリアにいる間にいろんな街に行きました。シドニーと、その後、メルボルン、バイロンベイ、ゴールドコースト、ブリスベン、あとケアンズにも行きました。6つの街に行きました。はい。私の中で一番良かったのはシドニーでした。なぜなら、自然と街が融合していて、バランスがすごく取れているからです。もちろん、日本にも、例えば京都とかは、街もね、あるし、あと自然もあるし、川もあるし、山もあるし、ね、そういう街もあるんですけど、でもなかなか、大都市の真ん中にでっかい芝生とかはないんですね。東京にもね、ちょっとあるけど、オーストラリアほどではない。で、みんなその芝生に寝っ転がって、ぼーっとしたり本を読んだりしてるんですね。で、そういうのを見ると、すごく住みやすい街だなと思いました。オーストラリアのシドニーとメルボルンはいつも世界の、住みやすい街、トップ5に入っていますよね。ほとんどナンバー1とかナンバー2に入ることが多い街だと思うんですけど、納得ですね。本当に住みやすそうだなと思いました。で、オーストラリアで一番思ったのは、なんかみんな楽しんでるなっていうことです。もちろん日本でも楽しんでる人はたくさんいるんですけど、そのワークライフバランスがすっごく取れてるというか、夕方5時とか6時に街に出ると結構たくさんの人が友達と過ごしてたり、家族と過ごしてたりするんですね。バーで飲んでたり、海でリラックスしてたりするんですね。日本ではなかなか平日の5時、6時にそういう光景が見れないんですよ。場所にもよると思うんですけど、その都会でね、5時、6時にみんなもう仕事が終わって家族と過ごしているかと言われたらそうじゃないなと思います。だから
すごく楽しそうだなっていうのは思いました。日本もこんな風に仕事だけじゃなくてプライベートも楽しめる国になったらいいなと思います。オーストラリアでいろんなことしたんですけど、特に私が好きだったのはボタニカルガーデンです。ボタニカルガーデンでぼーっとするのがすごく気持ちよかったですね。で、いろんな鳥が飛んでるのを見たりね、してゆっくりするのがすごく良かったです。あとは何したかな。イルカとクジラを見に行ったり、あとカンガルーとかコアラを見に行ったり、ほとんど動物ですね。あと、ワニも見ました。野生のワニも初めて見ました。ちょっとね、ケアンズにいた時は、怖かったですね。もしかしたら、この水辺にワニがいるかもしれないと思って、川とか海からは絶対離れていました。ワニって川とか沼とかにいるイメージだったんですけど、オーストラリアのワニは海辺にもいるらしいですね。だからケアンズとか、ゴールドコーストより上の町に行くときは皆さん気をつけてください。そのガイドさんは、僕だったらゴールドコーストから下しか海に入らないって言ってました。海に入らないだけじゃなくて、海辺を歩かないって言ってました。そう、だから皆さんオーストラリアに行くときは気をつけてください。そう、あとね、よく、雲とか蛇は気をつけた方がいいって言うじゃないですか。そうですね、雲と蛇は見なかったですね。サメは見ました。今回、私のお母さんもオーストラリアで合流して一緒にグレートバリアリーフに行ったんですね。で、そのグレートバリアリーフでサメを見ました。ちょっとっていうか私は結構パニックになりました。でも小さいサメだったので、人間を食べるようなサメじゃなかったんですけど、私はすっごくびっくりして近づかなかったんですよ。でも私のお母さんはどんどんサメの方に近づいていくんですよね。だから私は、ちょっとお母さんそんなに近づかないでってちょっと怒りました。そう、私のお母さんちょっとね、子供みたいなところがあるので、時々ね、焦るんですけど、すごく一緒に旅行ができて楽しかったです。はい。で、今は私はアメリカにいます。アメリカのバージニア州に滞在しています。基本的にはバージニア州にいるんですけど、この間ボストンの近くのセーラムっていう町に友達に会いに行きました。で、今、今日はね、11月1日でもうハロウィンが終わったんですけど、その行った時はハロウィンのイベントとかたくさんやってて、で、セーラムって魔女で有名な街ですよね。だからその、ウィッチハウスって言われる魔女の家を見に行ったりとか、ブラブラしたりしました。で、アメリカに来て、まず、一番最初に思ったのは、やっぱり全てがでかい。全てが日本とサイズが全然違います。日本に来たことがある人は、ちっちゃって、ね、すべてにおいてちっちゃって思ったと思うんですけど、逆に日本人がアメリカに来ると、でかってなりますね。もう、いつもでかって言ってます。そう。で、そうだね、そう、ハロウィンだから、みんな家をデコレーションしたり、庭にそういうね、ゾンビとかの置物を置いて、それこそ魔女の置物とかね、デコレーションを置いたりしていて、すごく雰囲気があってよかったです。皆さんも、ぜひ、ハロウィンの季節にセーラムに行ってみてください。すごく良かったです。で、アメリカには年末までいる予定です。12月28日ぐらいまで、クリスマスの後までアメリカに滞在する予定なので、これからね、感謝祭、サンクスギビングとかクリスマスもあるので、すっごくワクワクしています。で、アメリカに来るのは実は初めてなんですよ。で、今もう1ヶ月ぐらい経ったのかな ?1 ヶ月ぐらい経ったんですけど、やっぱりカルチャーショックも
ありますよね。うん。まあその全部がでかいっていうことと、広すぎて車じゃないと移動できないっていうことと、あとは、やっぱりコミュニケーションの取り方も違うと思いました。まあ今までアメリカ人の友達と話したりしたことはあったんですけど、実際にアメリカに来ていろんなアメリカの方と話したことはなかったので、今回初めていろんな人と話してみて、表情がすごく豊かだなと思いました。まあもちろんアメリカだけじゃなくて欧米の方はみんな表情が豊かなんですけど、日本人に比べて顔で何を考えてるか分かりやすいと今回思いました。っていうのは嬉しい時とか楽しい時もそうだし、あとちょっとイライラしてるんじゃないかなとか、なんか機嫌悪そうっていうのも全部分かりやすいなと思いました。日本に来てみんなね、日本人は分かりにくいとか、日本人は何を考えてるのかよく分からないっていうことを何回も聞いてたんですよ。でもそうかな、日本人も顔見たら結構感情とか何を考えてるか分かると思うけどなって思ってたんですけど、アメリカに来てみんなすごいね、感情表現が豊かなので確かにと思いました。日本では例えばカスタマーサービスとかでも嫌なことがあってもお客様に対して嫌な顔を絶対しないんですよね。はい、かしこまりましたって笑顔で接客するんですけど、アメリカではお客様と、スタッフっていう関係ではなくて人間と人間っていう感じだなと思いました。だから日本はやっぱりお客様は神様っていうそういうね考え方があるので、どこに行ってもみんなお客様には丁寧にするんですよね。例えばコンビニでもそうだし、どこでも本当に丁寧に接客するんですけど、ここはもうちょっとカジュアルでヘイみたいな感じ、友達みたいに話してくれるから逆に私は嬉しいなと思いました。で、接客だけじゃなくて普通に知らない人もすごくフレンドリーだなと思いました。道を歩いてる時にそのスカートかわいいねって言ってくれたりとか、あと店の前で並んでる時にこのハンバーガー美味しいかなって一人で言ってたら、前の人が美味しいよこれ食べた方がいいよって言ってくれたりとか、そういうことはなかなか日本ではないので、それも新鮮で面白いなと思いました。人とのつながりって友達とか家族だけじゃなくて、そういう知らない人とのつながりもすごくいいなと思いました。日本ではなかなか知らない人とのつながりがないので、こんな風にいろんな人と話せる環境はすごくいいなと思いました。あともう一つ気づいたのは、やっぱり英語の聞き取りは結構難しいっていうことです。基本的に 80%、90% ぐらいみんなが何言ってるかわかるんですけど、人によっては聞き取れない人もいます。特に男の人で早く話す人は聞き取れない時があって、そういう時はちょっとパニックになります。パニックになるっていうか、なんて言えばいいんだろうって、どうすればいいかわからなくなる時もあります。で、皆さんもね、あると思うんですよ。日本に来て、日本人と一対一で話してる時は、その人の言ってることわかるけど、その人が他の日本人と話し始めると、もう何言ってるかさっぱりわからないっていう時、ありませんか？そういうことがやっぱり、こういう英語圏に来ると、もっと感じるようになりました。
日本で英語を勉強してるときは基本的にそのポッドキャストを聞いたりとか、あとドラマを見たりしているので、こう一対一の会話が多いんですよね。で、それも字幕付きで見てたりとかするので、大体わかるんですけど、こうやって会話をするときは字幕もないし、止めることもできないし、もうちょっとゆっくりのスピードにすることもできないですよね。だからやっぱりネイティブ同士が普通のペースで話している会話を聞くことはすごく大事だなと思いました。そう。だからね、最近私の YouTube 動画にコメントで、ミク先生、文法の動画は作らないんですかって言ってくれる人いるんですけど、もちろん将来作ると思うんですよ。でも今私が YouTube の動画を作るときにフォーカスしてるのはネイティブ同士の会話なんですね。っていうのは、やっぱり私の経験上、ネイティブ同士が話しているときが一番学習者にとっては難しいと思うんですよ。日本語の先生と話しているときは、そのペースを変えてくれるし、使う言葉も簡単にしてるから分かりやすいんですよ。でも、ネイティブ同士が話しているときは、例えばテンションが上がったときとかは結構早くなるんですよね。私のポッドキャストでもいろんな人といろんなトピックについて話しているエピソードをアップロードしてるんですけど、やっぱりそのネイティブ同士だから、どれだけ早く話しても、どれだけスラングを使っても、相手は分かってくれるから、自然なスピードで話してしまうんですよね。それはいいことだと思うんですけど、その学習者にとっては勉強になると思うんですけど、やっぱりそういう、自然な会話を聞くことはすごく大事だなって私も実感してるので、最近は会話の動画にフォーカスしています。私のポッドキャストをまだ聞いたことがない人はぜひ聞いてみてください。で、ネイティブ同士の会話なので、やっぱり聞き取れないこともよくあると思うんですよね。だから私のポッドキャストにはトランスクリプトサービスがあって、全部何を言ってるか読みながら聞くこともできるし、あと一回聞いて、でその後わからないところだけトランスクリプトを見ることもできます。私はまだ初級だから漢字が読めないって思っている人でも大丈夫です。漢字に全部振り仮名を振ってあるので、それを見ればどう読むのかもわかります。で、最初の1週間は無料でいつでもキャンセルできるので、もしよかったら試してみてください。はい。だからね、これからも日本人同士の会話はシェアしていこうと思っています。っていうのはやっぱり日本に来て、日本人と遊んだりしてるときに、そういうね、問題が出てくると思うんですよ。何言ってるかわかんない、会話についていけないっていうことがよくあると思うので、ポッドキャストとか聞いていたら、慣れてくるんですよね。そのスピードにも慣れてくるし、日本人が会話で使う単語とかもよく聞いてるから、結構分かったりすると思います。はい。だからね、これからも、こういう一人で話している動画も撮るけど、やっぱり会話の動画をもっと作っていきたいなと思っています。でも日本に帰ったら、文法の動画も作ろうと思っているので、文法の動画を待ってくれている人はちょっと辛抱強く待っていただけると嬉しいです。はい。ということで、今日はライフアップデートっていうかちょっとダラダラ喋っている動画なんですけど、皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいです。はい。じゃあまた次の動画で会いましょう。見てくれてありがとうちょっとチップのモノマネができないっていうか、チップがどんな喋り方をしてたのかちょっと忘れちゃった。はい。ということで、皆さん今日もありがとうございました。また次の動画で会いましょう。またねー